このリバー GT とオフショアで釣れる GT の大きな違いはですね、 V の文字のような引き波がスーッと上流に向かって上がってきます。ベイトタックルを使用しているメリットとしてピンポイントキャストができるということですね。太いラインを巻けるリールを使用してください。見切られてもいいから大きいルアーを使用した方がいいっていう考え方ですね。目の前に来た時に初めてキャストをして合わせるという感じです。 OKGT、 おわマジか、海と近いから引き強いですね。よっしゃ。フィッシングギャングのあずさです。今日ですね、ホームグラウンドのこちらマリンタウンに来てるんですけど、ここでですねリバー GT の解説をしていきたいと思います。このリバー GT というのもですね、ルアーで狙い始めて10年になりました。この10年の集大成ではないんですけど、どういうスタイルに仕上がったかっていうのを今回説明していきたいと思います。リバー GT という GT はですね、魚自体は一緒なんですけど、河川や川に入ってくる GT のことを総称してリバー GT と呼んでいます。このリバー GT とオフショアで釣れる GT の大きな違いはですね、サイトフィッシングであるかそうでないかというところにあります。このリバー GT を狙う上ではですね、基本的に飛距離というよりは近距離でのルアーの泳ぎがいいか、また魚に気づいてもらえるか、この2つが非常に重要になってきます。基本的には海からもちろん入ってきます。海から入ってくる時に僕は3つのことを意識します。1つは引き波ですね。魚が入ってくることによって V の文字のような引き波がスーッと上流に向かって上がってきます。それをまず見落とさないということ。もう1つはですね、今暴れた感じでボラがバシャバシャ暴れたりとか、ボイルが起きている、もう空気読めてる浪人味ですね。今みたいな感じでボイルが起きたりボラが逃げたりしている状況かどうかっていうので判断することができます。そしてもう一つがですね、壁際を見渡すということです。 GT って結構壁際にベイトを追い込んで捕食することがあります。その時にちょっとやってみたいんですけど、例えばここで GT が捕食した時にこういう感じで水しぶきが壁にかかります。なのでポイントについてまず最初に壁際を見渡して、そういった水しぶきがかかっていないか確認します。ボイルも起きてないし引き波もないけど壁際が濡れている時があります。そういった時はもうすでに GT が入っているっていう証拠なので、いることを前提とした釣りの展開を行います。多分来てる、手前だ、手前。6時半ほら。今はベイトタックルが主流になっています。ベイトタックルを使用しているメリットとしてピンポイントキャストができるということですね。あとは手返しがいいということ、この2つですね。ロッドはですね、一番大事なことはガイドが大きいということです。これが非常に重要なことで、ガイドが大きければ硬くても柔らかくてもどちらでも大丈夫です。ただガイドが小さいと太いラインが巻けないっていうのと、リーダーの抜きが悪いっていうところがあってですね、どうしてもラインが細くなってしまいます。そうすると GT の他にサメとかが食ってきた時にあっけなく切られたりとか、 GT がかかったとしても走られて切られてしまう、そういったことにつながってしまうので、しっかり太いラインを巻けるロッド、これが大事になってきます。そしてリールですね。リールも同じくですね、太いラインを巻けるリールを使用してください。僕がリバー GT をスタートした時っていうのは P ラインの4号を使用していましたが、場所によっては止められずに切られたりとか、ここで食わしたいけどかけてもどうせ取れないなと断念する場面がいくつかありました。そういったタイミングに出くわした時にしっかり投げることができる、またかけても取ることができるっていうのは太いラインにしかできないので、僕は今はですね P ラインの8号を使用しています。そしてリーダーは150ポンド。この組み合わせっていうのはオフショアで GT を狙う時とほぼ同じ組み合わせです。リバー GT というのはオフショアの GT に比べるとそこまで引かないです。ですがラインの号数っていうのはオフショア同様に太いラインを巻いておく必要があります。そしてリーダーの長さですね。ここがオフショアの GT と少し違うところです。ラインの結び目、これをティップまで一度巻いてみます。
この時にですね P ラインとリーダーの結び目がリールより少し上に来ている状態、この長さで釣りを行います。これなぜかというと、ここのノット部分がですねレベルワインダーの中に入ってしまうとキャストの時にガンと当たりで、また回収の時にまた戻ってくるリーダーがガンとこうレベルワインダーをノットがガンガン何度も当たることによってここの下のネジが緩んできます。そうすることによってレベルワインダーの故障の原因につながります。そうならないために基本的にはノットの結び目というのはレベルワインダーより外に持っていく必要があります。で GT の長さなんですけど、だいたい20キロクラスで長さが120センチ前後なので、僕が今使用しているロッドが6フィート2インチなんですけど、これぐらいあるともう十分足ります。思ったより手前。抜けた。この辺に。ルアーはこんな感じでビッグベイトを使用します。ビッグベイトを使用するっていうのはもう昔から変わってないんですけど、使うサイズが大きくなりました。というのはこれまでですね見切られてるって思っていたのが、実はそうじゃなくて魚がルアーに気づいていないだけだったんだっていうことに気づいたので、気づかれやすいためにルアーのサイズを大きくしました。考え方的には気づかれないぐらい小さいルアーを使用するよりは、見切られてもいいから大きいルアーを使用した方がいいっていう考え方ですね。小さくて22センチで大きくて30センチクラスのルアーを使用しています。一番大きいのがこういった尺ワンとか、あとはこういったコードネームバスっていうルアーとかですね、それぞれタイプが違うルアーです。でルアーの他にもルアーケースにいろんなものを入れています。スペアのトリプルフック、あとはこういったスプリットリング、スナップ、あとはこういった鉛シート。一番重要なのはやっぱり鉛シールなんですよね。この鉛シールっていうのは基本的に全てのルアーにつけます。なぜかというと、リバー GT を狙う上で一番大事なのはルアーを GT の目の前に持っていくことなんですよね。でそうする上でルアーを全てヘビーシンキングにチューニングする必要があります。 GT っていうのは蛇行したりとか潜行したり浮上したりとレンジも変えて川を遡上してきます。そうなった時にギリギリでいかにルアーのレンジを合わせるかっていうのが重要になってくるんですけど、潜らせているレンジよりももっと GT が下に潜っている時にそれ以上深く潜らせて合わせることができません。で深く潜らすために回収して次の糸を投げるということをやっていると GT はあっという間に過ぎてしまいます。なので人と GT が一番近づいてギリギリでどんな動きをされてもルアーを急に沈めたりとか竿を立てて浮かしたりとか臨機応変に対応する能力が必要になってきます。そうする上ではフローティングではまずレンジを合わせることに限界があるということ、沈むのが遅くても魚が急に先行した時に間に合わないということがあるので、基本的にはルアーはヘビーシンキングで使用します。例えば尺ワンではお腹の部分に貼っています。でこちらのスライドスイマーだとここの顎の部分、ここに鉛シートを曲げて入れています。で外側がこういったシェルになっているタイプだとめくって中にですねウェイトシールが入っています。という感じで、僕のルアーも全てウェイトチューンがされています。来てる、ほら左側からこれ息が上がるね。フックは基本的に20を使用します。少し細軸の STX を使用しています。これなぜかというとタックルがやっぱりオフショアの GT とかに比べるとだいぶライトだからです。 P ラインの号数は太いといってもオフショアの GT ロッドに比べるとパワーがそこまでないっていうのと、竿だけではなくリールもドラグ設定もそこまで強くはないので、針の号数を上げてしまうとしっかり刺さらないっていうことが理由でですね、フックサイズを少し下げています。あともう一つ理由としてはリバーといっても非常に流れが弱い川です。海に比べると川の方が
流れっていうのはやっぱり弱いので、魚がルアーに噛みついて反転した時の勢いも海に比べると走りが弱いです。なのでオートマチックにフッキングするほどのパワーがかからないので、針のサイズを下げて人が合わせを入れた時にしっかり抜けるぐらいの針のサイズっていうのが20ぐらいがベストだったので、少しサイズを下げた20を使用しています。スプリットリングはですね、2つの種類を使用しています。2つ使うメリットなんですけど、まず1つにですね、スプリットリングを2つ使うことによって強度が上がるということですね。強度が上がるというのはどういうことかというと、リングを2つつけることによって可動域が広がるので、このスプリットリング1個にかかってくる負荷、またこの針にかかってくる負荷っていうのが軽減されます。そうすることによってスプリットリングのサイズを下げることももちろんできますし、フックのサイズをワンサイズ下げても曲げられることがなくなります。20といってもやっぱり GT に対しては非常に小さい針です。そこをこのスプリットリング2つでカバーしていくという考え方ですね。これはもう好みなんですけど、僕はもう8番と7番を使用しています。これはなぜかというと、ボディ側に8番でフック側に7番をつけているんですけど、スプリットリングの部分がですね大きすぎるとフックに干渉してですね、フッキングの妨げになるのではないかと思って、極力このフックにつける側のスプリットリングは小さい方がいいと考えています。1個の強度っていうのは83ポンドしかなくて、やっぱりリーダーが150ポンドに対して83ポンドしかないスプリットリングだと、ここが弱みになって曲げられると思うんですけど、2つつけることによって163ポンドという強度が出ます。なのでここはリーダーのポンド数を上回っているので、ここでバランスをとっています。このスプリットリングを2つつけるっていうのは、まずスプリットリングが伸ばされる可能性で、針が伸ばされる可能性を排除しつつ、なおかつ可動域が広いことによって魚のバラシも軽減できるので、本当にメリットしかありません。またワンサイズちっちゃい針をですね、ルアーの外側に持っていくことによってフッキング率も上がるので、これはもうマストとしてやってほしいことですね。今左側行ってるけど、そんなに大きい GT ではないですね。引き波を見た感じ難しい。GT が入ってきたらその進行方向に投げます。この GT が見えた場所ではなくて、入ってくる進行方向、その先にルアーを投げるっていうのが基本的になります。距離感なんですけど、それはもう引き波の大きさによって僕は書いています。引き波が大きいというのは単純に GT がでかいか、もしくはやる気がある個体が水面に浮いているか、そのどっちかです。で、引き波が小さいというのは単純に GT のサイズが小さいか、やる気がなくて少し沈んでいるか、そのどちらかになるので、それによってレンジと投げる距離っていうのが変わります。じゃあその大きさってどこで見分けるかというと、僕は見えるか見えないかで分けています。やる気のある GT っていうのは足場の高い位置から確認すると背びれがこういう感じで水面直下に見えます。で、非常にやる気の出している GT はもう水面からこうヒレが出てるぐらい上ずってるのですぐに分かります。水面直下にヒレが見えているっていう GT だと、極力自分の近くまで来るまで待ってですね、目の前に来た時に初めてキャストをして合わせるという感じです。ですが水面から全く何も見えてない、引き波も小さくて見えにくいっていう時は、あらかじめ前もって投げます。 GT はまだ目の前に来ていないんですけど、この先行くであろうっていうその進行方向に投げて、ゆっくり引いて待ちます。泳がせる位置なんですけど、魚がもし見えていればルアーもギリギリ見える位置で泳がしてきます。そうすることによって GT の目先とルアーを合わせることができます。例えば GT の姿は見えていないのにルアーは見えているとなると、 GT の目先よりもルアーが上の方を泳いでいるっていうことになるので、それはレンジが合っていないので、食ってくる確率が低いです。その時は GT が見えていないんであればルアーも見えないところまで沈めて引いてくる。背びれが見えている状態であればルアーも見えるぐらいのレンジで引いてくる。そういった感じの考え方でいいと思います。基本的なリーリングなんですけど、 GT の場合は基本的にはただ巻きとフォール、この2つで十分です。進行方向に投げたらそこからただ巻きを入れて
で例えばレンジが合ってないなと思うと止めて沈ませる、これで合わせていきます。しかしさっきまでは引き波見えていたのに急に見えなくなったとか、この辺にいるはずなんだけど具体的にどこを泳いでるかわからないっていう時は、最終手段として進行方向に投げてリールで波動を強く出します。こういう感じ、波動を強く出すことによって目では見えていない GT も側線で波動を感じて寄ってくることがあるので、それで気づいてもらえます。ただ波動を嫌がって逃げる GT やアクションを起こした時のこのラインが水を切る音、これを嫌がって逃げる GT もいるので、必ずしも食うというわけではありません。どちらかというと静かにアプローチした方が GT っていうのは食ってくることが多いです。なので見えている魚に対しては極力アクションを入れずにですね、ただ巻きとフォールで誘ってください。でこのジャークを入れる時のもう一つデメリットとしては、サメが非常に反応してきます。なので GT を狙っているんだけどサメが食ってルアーを取られるっていうことも増えてくるアクションなので、 GT しか狙わないっていう方は基本的にはただ巻きとフォール、この2つを練習してみてください。見れてよかったです。いつも通り会えてよかった。はい、会えてよかった。いつも通りですね。これを何回も応募してたまに当たるぐらい。今応募券買ってるだけで。僕は基本的にこういう感じでリュックを背負ったまま釣りしています。外側にはフライヤーが入っています。これはもちろんフック交換をしたり、釣れた GT の口からフックを外したりする時に使用します。なので取り出しやすい外側に入れておくことが多いです。でまた、去年からスタートしているタグですね。これはもう去年からリバー GT の生態を調査するために GT にタグを打っているので、そのタグも常備しています。あとはこういった水温計とリーダー、水温計とかリーダーですね。中身は、まず交換するためのルアー、フック、一番重要なのがこれです。ロープ、これが非常に重要になってきます。なぜ重要かというと GT をランディングする時にですね、こういった感じで引っ掛けて、ロープをこう投げてですね、下に降りることができます。こういう感じで、これで降りて、GT を捕まえます。捕まえて登ってきて、そこでタグを打って針を外して、もう一回ロープで降りていって逃がすということが、一連の動作がですねもうスムーズに行うことができるので、こういったロープは、僕の中では必需品です。でもしですねリリースをしない方であれば、ギャフを持っていたり大型のタモが必要になってきます。 GT を狙っているけどランディングツールがないという人をたまに見ます。そうなるとリリースもできないし持ち上げることもできないっていう、この中途半端な状態になってしまいます。なので GT を狙う上ではタックルももちろんそうなんですけど、ランディングできる場所で釣りをするか、もしくはランディングできるツールをしっかり持参する、これが非常に重要になってきます。3年かかりました。ここの GT をルアーで釣るの、自分が確立してきたこのリバー GT で結果出し切れたことが、もう何より嬉しいですね。もうサイズじゃなくて、GT だよ。うわマジか。今ちっちゃく暴れたんですよ。うわマジか、お願いバレんなよ。マジか。うわ GT、 うわマジか。おお引き強いわ。海と近いから引き強いですね。 GT でほら、よっしゃー、よっしゃ。ほら GT、 ほらやったやったー、自分とよしよっしゃ、じゃあよっしゃー、めっちゃ嬉しい。やばい、地元西原でやりました。僕が初めてルアーを投げた場所、そこで初めて GT 釣りました。狙ってた甲斐があった。とりあえず
不意に来ましたね。もうここ最近ずっと通ってて、今日多分釣れないなと思ってて、いつもは入水する格好なんですけど、どうせ釣れないだろうと思って入水しない格好で来たら釣れました。どうしよう、嬉しすぎる。かっこいいっすね、かっこいいっすね。よいしょ、うい、よした。OK、地元西原の GT やりました。15ぐらいですね。よし、やりました。 OK、 バーブレスなのですぐ外します。 OK、 よし、 OK、 じゃあ OK、 リリースします。 OK、 ありがとう。よし、3年かかりました、ここの GT をルアーで釣るの。いやー、感動しました。何より地元西原で釣れたこと、そして自分がルアーフィッシングを始めたルーツの場所で、この自分が確立してきたこのリバー GT で結果出し切れたことが、もう何より嬉しいですね。もうサイズじゃなくて本当に50キロ釣った時ぐらい嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ということで河川最大級のビッグゲーム、ぜひ皆さんもやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。